御身は榊原衆にてお守りいたします。どこまでもお供いたしましょう。背中は姫野に任せときなさい。任しておけ。任されたよ。武田からは恋を連れて行ってやってくれ。ひふみちゃん。長尾ではザクロが気張っている以上、前線かそれに近しいところで武田も気張らないと親方様に怒られてしまうからね。私の代わりにお願いするよ。絶対嘘ですよね、その理由。もちろんさ。もうまあいいじゃないか。健介くんは連合にとって用心警護だよ。用心警護だから私は別に恋が気になる男の子を守れる機会を作ったんじゃなくて、用心を守る役目をお願いしているだけだよ。物はいいよ。言葉を操ることこそ卑怯者の真骨頂ってね。頼むよ恋。わかりました。健介様は私が守ってみせましょう。ってわけで健介くん。ご主人様、伊賀衆ほか皆々準備整いましてございます。おう。姉ちゃん、健介隊の担当戦役で派手な爆発が起こってるぞ。すげえかっけえ。なんだろうね、あの爆発。暁ちゃんはわかる？おそらくどなたかのお家流だとは思いますが、あれだけの威力なら確かに数百匹ぐらい鬼をぶっ殺せそうだな。まさかさすがにそんな威力はないのでは？いやいや、あるかもしれないぞ。まあ北条にはそういうのがないからわかんねえけどさ。三日月ちゃん、絵草紙の読みすぎだよ。だってかっこいいじゃん。ドカーンとかドゴーンとかってお家流。そのようなお家流あるはずがないです。物語の読みすぎです。二人ともつまんねえな。3人ともまだ戦の最中ですよ。今は目の前の戦に集中しなさい。はい。それでおぼろ姉様、戦況はどのようになっています？そうですね。暁、あなたはどう見ます？健介隊の活躍により敵中央に混乱が見受けられます。その混乱が周辺部に波及し、北条衆の戦闘の効率が上がっている気がします。見事な戦術眼です。戦では一部隊が作り上げた状況が全方位に影響を与えます。いざよい、三日月、暁、しかと覚えておきなさい。はい。なぜ先方に最強の部隊をあてがうことが大切なのか、それがこの一点にあります。わかりますね。先方が強ければ敵を混乱させることができるからでしょうか？それもありますが、もう一つ、先方の強さを見て敵兵にかなわないと思わせることが大切なのです。敵が強すぎて自分たちではかなわない、そう思わせるためにも先方は最強でなければならないのです。なるほど。戦とは単に肉体的な強さのみがものを言う場ではない、心の強さも必要なのです。だからこそ日々の調練が必要ってことだな。その通りです。偉いですね、三日月。さて暁、ここであなたに問いましょう。現状のように味方にとって有利な場合、敵は何を思うでしょう？味方が有利ということは敵は不利。その状況を覆すためには何らかの手段で盤面をひっくり返さないといけないと思います。その通り。その場合の定石がいくつかありますから教えておきましょう。一つは敵軍の先鋒をすりつぶしてしまうこと。
敵軍に恐怖を植え付けた部隊がいなくなることで、敵軍は勇気を取り戻すことができるのです。でもさ、今まで負けてたよな。なのに勇気を取り戻すことなんてできるのかな。質は量には勝てないのです。どれだけの性病でも一人で10人を相手にすれば負けは必至。そして性病を討ち取ったことで兵の心の内に勇気があふれる。自分たちの心を上から押さえつけていた重しがなくなった時、人は勇気を取り戻すのですよ。なるほど。次に2つ目ですが、何事です。やはり来ましたか。300ぐらいなら三日月に任せとけ。待ちなさい三日月。あなたの受け持ちは前線の部隊でしょ。そのあなたが後方に向かっては前線の指揮に支障をきたします。だけどさ姉ちゃん、このままじゃ。私が行きます。暁ちゃん。でも暁ちゃんは。はい。腕っぷしには全く自信がありません。私は刀を構えるのも一苦労な非力な子供ですけれど、ですがここが拙所。三崎衆100人を率い、いざよい姉様たちをお守りしてみせます。任せましたよ暁。そんな、鬼は300もいるんですよ。暁ちゃん一人でなんてきっと無理です。いざよい、あなたは咲夜姉様の後を継いでご本城様になるのでしょう。それは。ならば時には非常になる必要があることを覚悟しておきなさい。そしてその時とは今この時なのです。敵は不利を有利に変えるため奇襲を仕掛けてきた。この奇襲が成功してしまえば盤面は大きく覆ることになるでしょう。暁の言った拙者とはそういうことです。でも大丈夫ですよいざよい姉様。暁は姉様の晴れ姿を見るまで絶対に死にません。いざよい姉様に誇っていただけるよう妹として勇を振るってこの危機を防ぎます。必ずや鬼を蹴散らしてご覧に入れましょう。おい待てよ暁、そういうの似合わないぞ。似合わないんだからな。三日月ちゃんはいつも賑やかです。いつまでもそのままでいてください。暁ちゃん。はい。三崎衆と共に後方の鬼を防いでください。御意。では姉様方行ってまいります。三崎衆、後方の鬼が本陣に届かないよう我らはその命をもって壁となります。たった100人ではありますが少しでも時を稼ぐために皆の命暁氏則がもらい受けます。三崎衆、突貫せよ。ふむ、何やら面白いことになっておるの。試算しておいてそういう言い方は不謹慎ですぞ。貴様が命畜を手に入れるのに夢中になりすぎたからではないか。てへ。試算の言い訳のためにも少し活躍せんとな。御意、お供つかまつる。健介、いざよい様本陣が後方に出現した鬼の奇襲を受けてるみたい。今のところは
また背後への奇襲ですか。まるで兵法書に書かれている基本を忠実に実践しているようですね。戦では情道こそ王道、軌道は下道ですからね。ですが少し気になります。奇襲して混乱させ、その後は崩れた鬼たちを再編成といったところでしょうか。必ずやそう動くでしょう。事実鬼たちは体勢を整えようとして動いています。どうしますか健介殿。そんな、イサヨイ様たちを見捨てるっていうの？健介、あんた見損なったし。はい、今は私たちしか成し遂げられないことを考えましょう。それは言ってる意味はわかるけど。わかった。これで相手の指揮系統が乱れるでしょ。さっさと体勢を立て直して反撃しなさいね。はあ、使えないわね、こいつらは。なんだか飽きてきちゃったな。けど私ってお母さんだものね。娘たちのためにももうちょっと頑張りましょう。姉ちゃん、鬼たちの体勢が整っちまったよ。これじゃあ後ろの暁を助けるために動くこともできないよ。さすが咲夜姉様、本陣の後方に視線を集め、その瞬間にこうも鮮やかに体勢を整えるとは。大丈夫、鬼が体勢を立て直したところで私たちの先方は健介隊だから、健介さんならきっともう一度崩してくれると思います。きっと健介さんも私たちのことを信じて前に進んでくれていると思うの。だから大丈夫だよ、三日月ちゃん。けどさ、こんなんじゃ後ろの暁が。お姉ちゃんの北条家当主代理の命を受けたんです。暁ちゃんならきっとやってくれるって、そう信じてます。姉ちゃん、三日月ちゃんの役割は前線で北条衆を指揮すること。さあ前を向いて頑張って。わかったよ。三日月ちゃん、ごめん。だけどお姉ちゃん、暁ちゃんの覚悟に応えたいの。今までこんなダメなお姉ちゃんをずっと応援してくれた暁ちゃんの思いに応えたいの。だから私は。どうやら周辺部の鬼たちと北条衆、その均衡が崩れ始めているようですね。北条本陣の奇襲に鬼の数を割いたからでしょうか。前線を支える鬼たちの強度が落ち、北条衆に押し込まれているように見受けられます。エーリカさんのおっしゃる通り、順調に入間川に押し込んでいるように見えますね。一旦均衡が崩れれば、なし崩しで後退することはよくあることです。特に乱戦の場合は。しかし奇襲により体勢を立て直したはずなのに後退しているのが気になりますね。体勢を立て直すために数を割いて奇襲したのに、結果として数の不均衡を招き後退する。なんという馬鹿げた采配でしょう。敵本陣は左手前方にあり、特に動きは見受けられません。しかし体躯の大きな鬼の集団が護衛していて、
近づくのは容易ではないかと思います。横井、やはり苦しいですか？そうでしょうか。ん？ダメです。死んではいけません。でも死ぬ気で頑張ってほしいです。はい、なんとも嬉しくありがたいことです。でもきっとこのままじゃ。はい、それが私の役目ですから。G、この戦勝てますか？はい。
後悔をしてしまっては私のために死んでいってくれた者たちに対し失礼千万でしょう。だから後悔はしません。私は前を向き皆の死を受け止めます。じい、はい、ブーンを必ず帰ってきてください。そうです。健介に嫌味をたくさん言ってください。だから必ず無事で。じい、どうか無事で。やれやれ、北条衆はなかなか面白き趣味を持つ者が多いの。あれも一種の好きでしょうな。とんでもない好きじゃな。まあ一定数の賛同は得られそうではあるか。面白いの。とはいえこのままでは多勢に無勢でしょうな。見捨てるは忍びないゆえ一肌脱いで死んぜよ。御意、音もつかまつる。ではどちらが多く枯れるか勝負でもするか。これまた無体なことをおっしゃる。あなた様のお家流に勝てるわけがありませぬ。ならば世の勝ちということでよいかの。主に勝ちを譲るのも良き家臣の務めですからな。今回は和葉様の勝ちで結構でございますよ。いい夜は。まあよい、行くぞユウ。御意。指示は変わらず、ただひたすらに鬼を撃ち本陣に肉薄するのを防ぐのです。分かっています。分かっているんです。でも私はなんて無力なのでしょう。本陣を守ることすらできないなんて。私はどうしたら。下を向くでない。前を向き全力を尽くすことこそ大将のなすべきことであるぞ。下がりなされ。この方は足利久保義輝様であらせられる。よい、下がってください。暁よ、下を向いても何の解決にもならん。下を向いてしまえばもはや視界に入るのは地面だけではないか。前を見よ、空を見よ、
目前に広がる武蔵野を見よ。さすれば道は開けようぞ。ですが、ダメと考える前に目の前のことをじっくり見よ。貴様の前には誰がいる？公方様です。世は公方である。しかして今は新田健介の妻足利和葉である。何を？公方様は手伝いましょうとおっしゃっているのですよ。持って回った言い方しかできないひねくれ者ですみませんね。ひねくれ無双の貴様には言われとうないわ。こんなにも純粋でキャワゆい乙女を捕まえてなんと無体なおっしゃりよう。抜かせ。助けてくださるのですか？今の世は世にただ一人和葉であり公方ではない。わかるか？ならば言うてみせ。新田健介が細君、和葉殿に助太刀をお頼みしたい。手を貸していただけませんか？喜んで助太刀しようぞ。ありがとうございます。まったく最初から手伝うと素直におっしゃればよいものを。公方ではなく和葉として受けるためにも形式は必要じゃろうが。その気配りを普段からしてもらえるとおそば衆としては助かるんですけどね。面倒なのは嫌いじゃ。まったく勝手なことを。それにな、世の隣には貴様がいる。だから世は好き勝手できるのじゃ。まったくどこまでも夫殿に似てきたものです。お？今のは金銭に触れたようじゃな。覚えておいてもう一度使おう。台無しですな。ああ、すまぬ。ざれ言はここまでじゃな。暁よ、兵を下げよ。下げるのですか？そうじゃ。巻き添えを食らいたくはなかろう。でも大丈夫でござるよ。我らにお任せあれ。わかりました。信じます。誰かある。かぶらや3本、兵を下げます。構いません。すべての席は私が追います。わかりました。これでよろしいですか？十分である。ゆう、鬼は何匹おる？ひふみ。まあおよそ200と少しというところでしょうな。200ポッチか。ならば余裕であるな。御意。打ち漏らした場合はそれがしが掃除いたします。ご安心くだされ。好きにせい。暁よ、下を向かずしかと見ておけ。趣味線の周りに四大衆、その周りの九山八海、その上は色界、下は風林までを一世界として、線で小線世界、その線で中線世界、さらに線で大線世界、すべてを称して三千大千世界、通称三千世界という。武蔵野と伊豆久を指して分け入らん。行くも帰るも果てしなければと歌ったのは今の貴様らの頭目じゃが、
この武蔵野にも、そしてこの日の本にも貴様らのような外道は必要なし。そろそろ果てへの引導を渡してやろう。足利公方義輝に解釈されることを光栄と思い、御仏の慈悲を受け入れるがよい。さらばだ鬼ども、三千世界。すごいです。ふむ、残敵はおらんようじゃな。よしよし、完璧ではないか。世はさすが世である。それがしにも少しは残してもらわないとこちらの腕が鈍ってしまいますな。よう言うわ。貴様はすぐに面倒くさがるではないか。たまに不満を漏らしておけばいざという時の言い訳に利用できますからな。心得者めが。いやいや、何をおっしゃりますか。それがしほど誠実に侍家業に精を出す者がいるとでも。いいな、断じていいなですぞ。わかったわかった。じゃが世はもう疲れた。あとは任せるぞ。御意に。では暁殿。はい。鬼の殲滅も確認できたことですし、高らかに宣言をしてはいかがでしょうか。宣言ですか？勝利の声を上げることこそ大将の役目。その声が届けば鬼の本体と戦うお味方も奮い立ちましょう。最強可憐絶対無敵暁氏則が敵奇襲部隊を撃滅したりと声高らかに可愛く殿方が萌え萌えキューンとなるように。あいたアホめん、暁が怯えておるではないか。はっ、それがしとしたことが暁殿の幼可愛さに我を忘れてしまったようで。もうよい。暁、好きに勝ち名乗りをあげい。はい。北条氏政が妹暁氏則鬼300を討ち取ったり。それで暁ちゃんはよかったよかったよ。いざよい。安堵するのは後です。今は。後方の脅威は去りました。今こそ反撃の時。鬼の本体を一気に入間川へ追い落とします。みんな頑張って。膝よ氏政はここでみんなの頑張りを見ているよ。健介、本陣奇襲を狙った鬼を暁様たちが撃退したって。暁様もご無事だって。よかったし、本当によかったし。なんだか力抜けちゃったよ。それにしてもよく、二崎衆は100人ほどしかいなかったと思いますが。それがさ、もうダメだって時に援軍が来たらしくって、すっごく強い人だって。一人で鬼を皆殺しにしちゃったらしいの。地さんの言い訳作りでしょうね。はい、私たちも負けてはいられませんね。ならばそろそろ動く時でしょう。鬼たちの動きに硬さが見受けられます。後方を襲った部隊の全滅に鬼が動揺しているのでしょうか。鬼とて所詮人の結晶、ただの獣と同じであるのならば、己の命こそ大切と考えるのは自然でしょう。
備？それはもう終わってるよ。あとひなわの準備も終わってる。お姉ちゃんの指示でいつでも川を下って現地に到着できるよ。それじゃヤタガラス隊出発！何？後方に回っていた別動隊が全滅？全滅って皆殺しってこと？送ったのは300よね。それが皆殺しって一体誰がどんな風にやったっていうのかしら。そんなウイエ流を使えるモノノフがいるなんて聞いたことないんだけど。ちょっと計算が狂っちゃったわね。さてどうしようかな。はあ？押されてるから何とかしろって？今更そんなこと言われても知らないわよ。あんたたちで何とかしなさい。怖いって呆れたわね。自分たちより弱い相手としか戦えないの？はあ、わかったわよ。ここのデカブツたち全員連れて行っていいから。はいはい、あとは好きにしなさいね。さて、そろそろ幕引きの時間かしらね。健介、前方に敵本陣とおぼしき集団見っけ。大きな鬼が全然いないし、今が好機じゃないこれ。もはや目前との知らせあり。ぎょいっ。煙を目印にって言ってたけど、うわー！お姉ちゃん、あそこ煙が上がってるよ。ほらほら、あそこ。了解。それじゃあみんな行くよ。ヤタガラス隊鉄砲構え。早号の続く限りじゃんじゃんバリバリ撃ちまくれ。周辺に動きなし。健介、このまま敵本陣に突っ込めそうだし。ヤタガラス隊の射撃により敵混乱しています。承知。分かってます。おう。新田圭介のそばめが一人、榊原佳代康政水産なり。同じく南高坊天海氏康様を召し取るためにまかり越し候。同じく山本勘介が道を切り開きます。邪魔する鬼は命をかけよ。行きますよ、佳代さん、恋さん。はい。ちょっと待つし、いた。前方実験ちょい左。ぎょい。ブーンを。はい。ぎょい。
こは自分にお任せを。仕方ないし、姫野が健介を守ってあげる。うっさい、あんたたちなんか健介には指一本触れさせないし。邪魔をするなゲロウども。お任せを。危ない危ない。まさかこんなに近くまで迫ってたなんて。でもその動きもお見通しなのよね。残念でした。ご本庄様、お覚悟。その身拘束させていただきます。林彪闘者海鎮列在前爆。ご主人様、捕獲完了いたしました。氏康様はもはや身動きできないかと。待って健介、ご本庄様は姫野にお連れさせて。任せとくし。しょ。しんがりは自分が。いえ、ご主人様にお任せいたします。自分はかよ様たちと合流できるよう走ればよいのですね。お任せあれ。